国鉄時代よもやま話第6話、東和歌山駅改良計画の話ということで、本日はお話をさせていただこうと思います。下の写真がですね、左側が、旧和歌山駅、昭和30年後の写真だと思うんですけれども、左側、右側ですね、右側の方が、昭和43年頃の、当時の和歌山駅、現在のミロが建っているところですね、の、写真になります。どうぞお楽しみください。幻の和歌山駅改良計画第1話、久々に更新をさせていただきます。古い資料を見ていますと、新しい発見があるものです。特に国鉄の部内審の資料などを参照していますと、意外な発見があったりします。現代、ビッグホエールが建設されている和歌山市手平地区には、かつては和歌山総駅と呼ばれる貨物駅がありました。より正確には貨物駅と客貨車区、実際には検視は貨車だけだったんですけれども、が併設されていました。しかし、この施設も昭和59年の貨物輸送システムチェンジで廃止に追い込まれ、その用地は売却されて現代に至るわけですが、昭和37年の当初計画では、東和歌山駅、現代の和歌山駅裏側に貨物輸送の施設を設ける、そういう予定になっていたそうです。写真の方はですね、当時の、和歌山総駅があった頃の写真ということで、昭和50年頃に撮影したものです。和歌山市は戦時中に疎開などもあって、16万人まで人口が減少しました。その後、住友金属、現代の新日鉄住金の発展も相まって人口は急増してきました。参考にした資料は、国鉄の部内誌、交通技術という雑誌で、昭和37年9月号になります。この記事を見てみますと、現代の和歌山駅、当時の名称は東和歌山駅の機能を拡張し、和歌山駅、当時の名称は木和駅ですけれども、の機能を縮小していくというものでした。ということで、こちらの方のですね、駅の方の一部を出したんですけども、まずこちらですね。でこちらが現代の吹田総合車両所、秀野支所、新大家発所になるんですけれども、こちらの方ですね、当時の名称は和歌山機関区と言いました。ここをまず拡張しようということですね。で、もう一つがですね、こう仕分線って書いているところを囲ったんですけども、ここがちょうど今の紀勢本線と和歌山線のね、ホームがあるところになります。でこちらの方ですね、当然東口ではなくてですね、当時はね、田原が広がっていると。そういうところだったそうです。で、今、青色で囲ったところですね、ちょうどこの辺りが、阪和線の乗降口がありまして、現在はね、近鉄百貨店がある場所になります。ということで、こういうふうなね、昭和30年当時の、木和駅、当時和歌山駅ですね、東和歌山駅のね、駅の配置はこんな感じだったよっていうことをね、まず知っていただこうと思います。和歌山駅、現代木和駅ですけれども、から中之島駅を経てですね、和歌山機関区まで線路が伸びています。これは和歌山線として機能していました。こちらのね、今、永住していたところなんですけども、こちらの方ですね、ここ書いてますように、左から伸びている線路が和歌山線で、右から下がっていくのが阪和線ということで、これは超交差駅になっているんですね。で、この、左から右の方に下に下がっていく線路、これが紀勢本線になります。そういう余談なんですけども、現代の和歌山線となっている和歌山からの線路は、実は和歌山線の短絡線として昭和36年に開通したんですが、当初は機関車の改装、団体列車、南紀観光団体などでね、利用されるだけで、ほとんど活用はされておらず、和歌山線の旅客っていうのは、紀伊中之島駅経由で和歌山市まで入っていました。右の写真は昭和36年当時の木和駅付近を写した航空写真ですが、で赤い枠で囲ったのが和歌山駅、当時の木和駅ですね。で、下の方にですね、左の方にですね、客車がね、ちょっと分かりにくいんですけども、なんとなくこう溜まっているのが見えるかなと思います。で、この駅の裏側にはですね、客車区になっており、和歌山市寄りの客車にはね、和歌山市寄りには客車の占領線がありました。他にですね、和歌山駅、木和駅の裏にはですね、独身寮や保線区、木工職場などがあり、簡単な修理などはね、ここで行っていたようです。さらにもう一枚、最初の画像は、平成20年の航空写真ですけれども、
こちらの方ですね、ちょっと和歌山駅を中心にしたね、写真をアップさせてもらってるんですけれども、こちらの方を見ていただくと、次に出てくるね、こちらの白黒の画像。こちらの方がですね、昭和36年当時撮影した同じ航空写真になります。で、東和歌山、現在和歌山駅ですね、の付近の写真ですけども、青いところで囲ったあたり、ここですね、に、貨物の、研修とかの施設を設けるとともに、和歌山機関区を、機動車区、客車区としてですね、拡張する、そういう計画があったそうです。で、この計画の概略図はですね、次のページをね、ご覧いただこうと思います。この図によりますとですね、まず和歌山機関区、こちらの方は、機動車などを配置してですね、将来的には運転区にするというふうに考えたそうです。また、和歌山駅、現京畿駅の方ですね、こちらの方は施設を撤去してしまいますよということで、和歌山駅から紀伊直島を経由する和歌山線の路線もですね、こちらですね、廃止するというふうになっています。またこうした計画が生まれた背景には、下記のような理由があったのですということで、まず建設の経緯から、和歌山駅、県紀は明治37年5月に開業します。で、南海電車の終点である和歌山市駅は明治36年3月。で、和歌山駅、当時の名称は東和歌山ですけども、この開業はさらに遅くですね、大正13年までね、待たねばなりませんでした。これは紀の川を渡って、直接大阪と結ぶね、路線が最初に建設されなかったっていうことが大きな原因なんですけれども、和歌山市駅、当時はね、国鉄と私鉄の共同収益が誕生してまして、さらにはですね、紀勢本線が建設されるに及んで、阪和電鉄からもね、直接接続できる、そういうことになるとですね、旅客輸送の中心は和歌山市駅、並びにね、東和歌山駅が受け持つことになりました。和歌山駅の地位は相対的に低下していくことになりましたが、そこでですね、和歌山駅、現紀和駅ですね、施設を東和歌山に集約するとともに、客貨車区のね、機能を和歌山機関区に移転して、DC 並びに客車の配置区にしようという、そういう計画が立てられたのでしたと。当時のですね、交通技術の中からね、一部その内容を引用したいと思います。1番、現状日、改良の必要性ということで、和歌山地区の現状で、問題になっている点を述べると次の通りだということで、1番が普通貨物の集約設備。この地区の貨物取扱駅ですね。東和歌山、和歌山、鯛の瀬、星屋、君寺、紀伊、須田と7駅あったんですけれども、その取扱トン数は約41万トンであるが、東和歌山駅、当時の取扱量約20万トンは、都市計画に一部支障しており、貨物集約と合わせて貨物設備の整理統合を行う必要があるということで、不要地を整理して、経営の合理化も合わせて図らなければならないとしていました。で、和歌山線列車の変更ということで、和歌山市の都市計画では、東和歌山駅を表玄関とし、発展方向を東和歌山駅の東部地域としている。したがって、和歌山県北部臨海工業地域の完成に伴う和歌山線、紀勢保線の旅客の増加、東和歌山鯛の瀬連絡線の完成、東和歌山海南間の複線化などは、東和歌山駅をこの地区の中心として、百貨の流動を再検討しなければならない時期に達しているというふうに書かれていました。東和歌山の大田地区に貨物の仕分け線並びに貨物の設備を設けるという計画が立てられました。なお、和歌山機関区に関しては、その機能を拡張して、飛借車と機動車を配置する予定となっていましたが、実際には機動車のみとなったということを記憶しています。余談ですが、和歌山駅のちょうど上に見えるのが建物が全国に10カ所しかないうちの一つ。和歌山刑務所。当時昔は女子刑務所にいたそうです。になります。最後までご覧いただきありがとうございました。当時は和歌山市の都市計画との関係で、今後東和歌山駅はさらに発展するが、和歌山駅、紀和駅は路面電車の乗り入れもなく、バスの本数も少ないなど、駅としての機能は低下しているので、
この機会に合理化を図るとともに、貨物扱い駅も複数あるので集約したい。しかし現状では、現行の和歌山駅の施設に今までは都市計画に使用することから、これを改修して東和歌山駅裏に移設するという方針を決定したのでした。